洗濯機買い替えたいけどドラムは高いし、今更縦型ってどうなの？こんな風に悩まれている方はいらっしゃいませんか？結論から言います。今あえて縦型を選ぶのは大ありです。というのも、日本の住宅事情や普段の生活スタイル、メンテナンスまで考えると縦型の方が圧倒的に大正解だったというケースも多いんです。今回はなぜ今縦型が選ばれているのかという魅力の解説はもちろん、大手5社の特徴や評判、今期モデルの進化点までまとめてきました。どのメーカーを買えばいいか迷っている方に、これ1本見れば全てがわかるような構成にしてきましたので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではやっていきます。はじめに毎度おなじみですが、縦型洗濯機の魅力を簡単に紹介します。ドラム式との違いは前回の動画でもご紹介しましたので割愛しますが、縦型の魅力は4つあります。1つ目は洗浄力。水を多く使うことから節水性はドラムに劣りますが、匂いも取れやすく、つけ置き洗いもしやすいです。ドラムとそこまで大きく変わらないという意見もありますが、泥などの固形汚れも含めると縦型の方が強いという意見や口コミが多いです。2つ目は価格。ドラムは縦型より10万円ほど高く、値段を見て高すぎると諦める方も多いです。ドラムは乾燥こそ最大の特徴ですが、縦型でも衣類乾燥機と併用すれば乾燥しながら次の洗濯もできて便利です。ただし毎回移し替えの手間があるのと、電気式の乾燥機だとヒートポンプ式のドラムよりも電気代がかさみます。林内のカンタ君に代表されるガス式なら安く早く乾きますが、賃貸ではガス管工事が必要となり、ハードルが高い点には注意が必要です。3つ目はメンテ。縦型は洗濯槽の中にある糸くずフィルターを掃除しておけばいいですが、ドラムは乾燥フィルターを毎回、排水フィルターとドアパッキンは定期的に掃除する必要があります。最近はここらの自動洗浄機能が充実していますが、いくら自動洗浄があっても、例えば熱交換器にたまるホコリは少しずつ蓄積され乾燥性能が落ちますし、そうなるとやはり人の手での掃除が必要となってきます。自動洗浄機能によりメンテ頻度を落とすことはできますが、過信は禁物でしょう。4つ目は設置性。ドラムは大きく設置できない建物も多くありますが、縦型は奥行きがコンパクトで配置しやすいです。ドラムの人気は近年高まっていますが、口コミを見るとドラムから縦型に戻したという意見も多くあったので、ご自身にとって必要なものは何なのかしっかり考えてから選ばれるのがいいでしょう。ちなみに1日あたりの洗濯量はご覧のような式で表され、家族の人数に対する容量目安はこのようになりますが、容量ギリギリだと洗浄力が落ちることもあり、余裕を持った容量を選ばれる方が多いです。それでは早速大手5社、日立、パナソニック、東芝、シャープ、アクアの比較をしていきましょう。なお事前に現時点で縦型洗濯機を購入するとしたらどこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、パナソニックが最も人気が高く、次いで日立でした。4年前のデータでは日立が首位だったものの、後にパナソニックが挽回、以降人気をキープしています。パナソニックはドラム式洗濯機と合わせて2冠、洗濯機業界では不動の地位を築いています。1000を超える投票、皆さんいつもありがとうございます。さて話を戻して、各社の上位モデルを基準に特徴を見ていきます。まずは最大容量と外形。最大容量は洗濯機能のみのモデルと乾燥機能付きのモデルの両方を比較します。いつものように優れている点を青字、劣っている点を赤字で紹介していきます。日立の容量は洗濯 12kg、乾燥機能付きのモデルでは洗濯 10kg、乾燥 5.5kg となります。ドラム式洗濯機のところでも触れましたが、各社乾燥容量は洗濯容量よりも少なく約半分となります。以前は洗濯 12kg の乾燥付きモデルがありましたが、
昨年のラインナップからなくなりました。外形は容量によって各社変わってきますが、全体的に幅、奥行きが大きめで、その分高さが低めな傾向。操作パネルは手前側にあり、乾燥付きモデルを除いてプッシュボタン式。水量や洗濯時間はデジタルで表示されます。なお、この表示形式だと脱水は自分の好きな時間を指定できそうに見えますが、他社と同じく決まった設定から選ぶ方式となります。乾燥なしのモデルでは洗濯中の様子が見えるクリアウィンドウ採用です。投入口は毛布やシーツなどの大物を出し入れしやすいように幅広設計。洗濯機は小さくすると層は縦長にせざるを得なくなります。層の形状は洗濯物の取り出しやすさに直結しますので、小さい方がいいとも一概には言えないところです。パナソニックの容量は洗濯 12kg。昨年乾燥付きモデルから撤退しました。乾燥性能は原理上ドラムには勝てないので、乾燥が欲しいならドラムをというのがパナソニックの考えなのかと思います。外形は容量にもよりますが、全体的に幅が小さめで高さがある印象。操作パネルはシンプルなボタン式で、洗濯機の奥側にあるという特徴があります。これにより洗濯物が手前側に近く、洗った衣類を取り出す際に腰の負担を軽減できるほか、体が触れることによるボタンの誤作動を防げると好評でした。ただし、蓋を開けた時に操作できないという声もあります。投入口はこちらも大きめな設計。全モデルクリアウィンドウが採用されており、洗濯中の様子が確認できるほか、洗剤の残量も蓋を閉めたままで確認することができます。東芝の容量は洗濯 12kg。乾燥機能付きのモデルでも洗濯 12kg、乾燥 6kg です。乾燥機能付きのモデルでは今期新モデル投入はなく、昨年モデルのままです。一方、洗濯モデルの方は6年ぶりのフルモデルチェンジ。かなり気合が入っています。外形はフルモデルチェンジしたことで大きくなりましたが、他社比較では平均的。東芝というとコンパクトさも売りの一つでしたが、アクアという強力なライバル出現により路線変更といったところでしょうか。今回はかなりパナソニックに寄せてきている印象です。まず操作パネルが一新され、手前側から奥側へ配置されました。これにより洗濯物が手前で取り出しやすいほか、パナソニックと違い蓋を開けた状態でも操作できるように工夫が見られます。蓋を閉めても中が見えるクリアウィンドウも新採用し、窓越しに自動投入タンクの残量がわかるようになっており、最近の人気機能を詰め込んだようなモデルとなっています。投入口もワイド設計と言いながら、寸法情報のなかった昨年モデルまでとは打って変わり、しっかり大きくなっています。シャープの容量は洗濯 11kg。乾燥機能付きのモデルも同じく洗濯 11kg、乾燥 6kg。洗濯の容量は他社より 1kg 少なく、外形は幅が小さく奥行きが少しある傾向。操作パネルは手前側に配置されたボタン式で、乾燥付きのモデルではタッチパネル式となります。投入口に寸法の記載はありませんが、乾燥機能付きのモデルでは唯一の内蓋がないタイプです。アクアの洗濯容量は昨年から 16kg モデルとなり、業界トップ。一方、乾燥付きモデルはパナソニックに続き今期から撤退しました。業界的に乾燥付きモデルは縮小傾向にありそうです。外形は容量にもよりますが、幅、奥行きが小さい傾向。操作パネルはパナソニック同様奥側にあるタイプ。こちらも蓋を開けたまま操作できます。クリアウィンドウも採用しており、投入口は他社にはわずかに及びませんが、寸法記載のあるワイド設計です。なお、各社の共通の注意点として2つあります。1つ目は蓋の折りたたみです。ドラム式の方でも触れましたが、縦型洗濯機には蓋が畳めるタイプとそうでないタイプがあります。
もし今ランドリーラックなどを設置し、上のスペースを収納に使用している場合は、蓋が当たらないか蛇口の位置も注意しておくといいでしょう。2つ目は洗濯機のトップ角度です。上位モデルとなると洗濯機のトップが斜めになっていることが多く、パジャマなどちょっとしたものを置くことができません。これは手前を低くすることで洗濯物を取り出しやすくする狙いがありますが、人によってはデメリットとなりうるので確認しておいた方がいいでしょう。次に静音性。静音性はデシベルという単位で表され、この表では各メーカーの洗濯時、脱水時のスペック値を記載しています。各社30から40デシベルの幅がありますが、一般的には50デシベル前後は少しうるさいなと感じるラインです。静音性に関してはドアを挟めば気にならないという意見が多くありましたが、人によって印象は様々でした。各社大きな差はないように見えますが、3デシベルで 1.4 倍、6デシベルで2倍違う計算です。洗濯は東芝が最も優れており、実際乾燥以外は静かだと好評でした。次に洗濯です。8つのセンサーを用いて AI が洗濯物の汚れや量を把握して最適な洗い方をする日立。小さな泡を作り繊維の奥まで浸透させて汚れを洗い落とすパナソニック、東芝、アクア。業界唯一の穴なしの洗濯槽を用いることで水流の勢いを高めるシャープと、各社洗浄力に関して満足されている方が多かったと感じましたが、強いて言えば日立、パナソニックが好評だったでしょうか。なお各社の今期の進化点として、日立はデリケートな衣類も他の衣類と一緒に洗えるように標準コースのアルゴリズムが刷新。そして絵の具などの頑固な汚れを落とすパワフルコースが追加。パナソニックはドラム式にもある花王と共同開発した洗剤の効果を促進する汚れ剥がし剤に対応。東芝はシャワーによる流量とパルセーターが一新。アクアは今期のモデルから泡生成ユニット追加となり、パナソニックにかなり近いアプローチとなりました。また頑固な汚れや嫌な匂いを落とす温水洗浄はドラム式と違い、縦型では対応が限られます。この中では日立、東芝の乾燥付きモデルで温風や温めた洗浄液を使う機能に対応。パナソニックは12キロモデルだけとなりますが、40度の温水コースがあり、実際にお湯を使う効果が高そうです。なおシャープの穴なし槽は同社最大の特徴なので少し触れておきます。長年使った洗濯槽の外側には黒カビが付着しています。穴あり洗濯槽の場合、穴から黒カビの一部が侵入し衣類についてしまうことがありますが、穴なし槽なら穴がないので黒カビの侵入をブロックし、清潔な水で洗濯できます。また穴あり槽は洗濯やすすぎの際、外装にも水がたまりますが、穴なし槽は洗濯槽にだけ水がたまるので高い節水効果が得られ経済的です。穴がなくて脱水はできるのでしょうか。脱水時はまず洗濯槽の底から排水し、そこから強い遠心力で槽の上部から脱水します。槽に傾斜があるので遠心力を利用して水を上から捨てることができるのです。一見カビとは無縁のように見えますが、外装には水を通る経路があるので全くカビが発生しないわけではありません。次に乾燥方式。ドラム式の乾燥と比較してしまうと効率的にも電気代的にも見劣りしますが、雨の日が続いた時やタオルや薄手のものの乾燥であれば便利という声がありました。メインで使うというよりサブ的な運用が望ましいですが、すでに2社が撤退した状況において今後なくなっていく機能かもしれません。方式には水冷除湿式と排気式の2種類あり、それぞれ注意事項があります。乾燥に使用する温風はどんどん湿気を帯びていきますが、より効率よく衣類を乾かすにはこのジメジメした温風をもう一度カラカラの風にする必要があります。
水冷除湿はこの温風を文字通り水で冷やし、除湿した水を排水管に捨てる方式です。乾燥時にも水を使うので電気代に加えて水道代もかかりますが、室内に湿気がこもらないのがメリットです。採用メーカーは日立、過去パナソニックも採用していました。一方シャープの排気式は湿気を含んだ空気を室内に放出して新しい温風で乾燥します。水を使用しないのでお財布には優しいですが、周囲に熱気がこもりやすくなります。ご使用の際は換気した方がいいでしょう。どちらがいいかは好みによるところです。なお、東芝のメインは水冷除湿、仕上げのみ排気式のハイブリッド方式となっています。次に光熱費です。洗濯だけした場合と洗濯から乾燥までした場合の1回あたりの光熱費を比較しています。容量によっても違いますが、各社ラインナップのあった容量 10kg 相当の光熱費を代表値として記しています。今期は東芝、シャープ以外で省電力化が進みました。洗濯時の光熱費はどのメーカーも30円前後でほぼ水代。パナソニック、日立、アクアが優秀で、東芝の水準がやや悪いです。ただ最近はメーカー側の節水志向が強く、水をもっと多く使って洗濯したいという声もあります。その場合は1回数円のこの水準を大きく気にする必要はないかなと思います。乾燥まで含めると縦型洗濯機はドラムとは違い、ヒーターを用いた乾燥方式ということもあり、電気代がそれなりにかかります。モデルグレードによる部分もありますが、水冷除湿を採用している日立と東芝は高く、排気式のシャープは安いです。ちなみにドラム式の光熱費はだいぶ経済的で、洗濯は縦型の3分の2、乾燥は半分程度となります。続いて液体洗剤、柔軟剤の自動投入機能。自動投入は面倒な計量の手間を減らせ、入れすぎを防止できると好評でした。入れすぎはカビ繁殖の原因にもなりますので、経済的という以外にも効果があります。なお、デフォルトオフとなっているモデルもありますので、ご使用の際は忘れず確認しましょう。パナソニック、東芝、アクアが 8kg モデルから対応し優秀。日立は 9kg モデルからとなります。そして今期のモデルからシャープも乾燥がついていないモデルで 8kg から対応となりました。タンクの数はパナソニックが昨年モデルより3個となり、おしゃれ着洗剤か漂白剤か選べるようになりましたが、アクアも今期のモデルから同様にタンクが3つになりました。タンクの容量はモデルによって変わりますので、気になる方は確認してみてください。メンテナンスはタンクを水洗いしてぬめりを取り、経路はお湯を流すというものがほとんどです。次に価格です。インバーター付きの下位モデルから上位モデルの現参考価格を載せています。インバーターが搭載されていないモデルは騒音などのトラブルも多いので、個人的にはインバーター搭載モデルを推奨しています。価格は現在モデルチェンジを控え、発売価格の半額程度まで落ちきっています。お店やモデルによっても変わりますが、乾燥なしモデルではアクアがダントツで安く、残りのメーカーは一部高いモデルもありますが、ほぼ同価格帯。乾燥付きのモデルでは日立がだいぶ高めの設定です。なお、買い時の情報はこちらの動画で全13種の家電のお安い時期をまとめましたので、気になった方は概要欄から参考にしてみてください。続いて口コミです。口コミ数百件分の分析データとなります。日立は総洗浄機能がいいという声がありました。他社はすすぎに使った水を使うのに対し、日立はきれいな水を使用する設定があります。出荷設定では機能オフですが、オンとすることで毎日使って1年で880円程度かかる計算です。層の高さが低く取り出しやすい、洗浄力も満足していると好評でした。それから売りのナイアガラすすぎが賛否両論でした。この機能、
たっぷりシャワーで洗濯物を徹底的にすすぐ機能で好評な一方、時間も30分ほど余計にかかり、毎回設定するには自分専用のコースを作成する必要があります。水道代も1回あたり23円プラスしてかかります。以上のことから公平を期して言うと、日立はこの機能を普段使いするようなものではなく、ここぞという時に使うものとして想定しているものかと思われます。ただ、毎回設定したい人にとっては少し残念に感じるところかもしれません。悪かった意見としては、洗濯後の服にホコリが付着している、白い筋のような汚れがつくといった声がありました。以前からも少数ながらあった声でしたが、節水志向が進み水量が減ったせいか、粉末洗剤のすすぎ残しがあるのかは分かりませんが、最近よく耳にするようになった印象です。続いてパナソニックは、洗濯中外から洗濯物が見えるクリアウィンドウがいいという声がありました。最近では他社も採用し、もはや珍しくない機能となりましたが、来客に見られたくない時もあるという意見もあり、目隠しできるような機構があってもいいかもしれないと感じました。それから糸くずフィルターのメンテを褒める声がありました。基本的に評価は安定しており、目立った酷評が少なかった印象でした。悪かった意見としては、脱水設定の自由度がもう少し欲しいという声がありました。これは各社そうなのですが、モデルによっては脱水3分設定がしたくても1分の次は6分など、あらかじめ決められた設定しか選べず、間が欲しいというものでした。それから絡みほぐし機能は好評なのですが、水位を設定変更してしまうとオフとなってしまう仕様が残念という意見がありました。次に東芝は洗濯時の静音性が好評でした。スペック通り洗濯時は静かなようです。また水量も各メーカーと比較しても多く使い、節水性の高いモデルが多い中、逆にいいという意見も寄せられていました。悪かった意見としては、光熱費が少し高めな水準なこと、糸くずフィルターが小さい、風呂水ホースが蛇腹で使いづらい、組み上げが弱いという声が上がっていました。続いてシャープは、同社最大の特徴である穴なし洗濯槽が好評で、カビ発生の抑制、節水を褒める声が多くありました。ただ光熱費のところでも触れましたが、節水性は他社も高く、どちらかというとカビ抑制の方にメリットを感じます。黒カビも見ないで済むようです。それから洗剤自動投入の方式に工夫が見られ、投入経路に水が流れる設計で詰まりを抑えます。一方、悪かった意見としては、少しうるさい、脱水が弱めという声が他社より多く感じました。脱水は満足されている方とそうではない方、両極端な印象で、脱水は層の側面上部からの排水となりますので、原理上穴開きのものよりは弱くはなります。また洗濯槽洗浄する場合、他社はボタン一つでできますが、シャープは洗濯槽の外側を洗いたい場合、バケツを用意して排水ホースから出る水を受けないといけない点が残念という声がありました。それから糸くずフィルターも布製でゴミが取り出しづらく不評でしたが、穴なし層との相性の問題でこのフィルターは変えることはできないようです。続いてアクアはコンパクトさが好評でした。また絡みほぐしや自動投入機能など基本的な機能はついているものの、他社より価格が安めでコスパがいいという声がありました。それから洗い・脱水がそれぞれ1分単位で設定可能なのが好評でした。これで幅広いニーズに対応できるでしょう。悪かった意見としては、他社と比較して洗浄力と脱水が見劣りするという声がありました。ただ洗浄力は今期泡生成ユニットが追加され、脱水は幅広い設定に加え、常時4分延長するモードもありますので、今後評判の改善が期待できるでしょうか。その他にはパナソニックと同じく絡みほぐし機能が水量を変えるとオフとなる仕様が残念という声がありました。最後に満足度です。
これは現モデルから1つ前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が5年分の時間軸、縦軸が満足度点数。今年は少し動きがあったでしょうか。長らく日立とパナソニックがトップ争いをしていましたが、ここに来て日立が急落。日立は全体的に洗浄力など好評な一方、口コミにもあった洗濯物のほこりや汚れ付着の声が一部にあり点数を下げ、パナソニックは点数を上げ、今回トップに返り咲きました。アクア、東芝は横ばい、シャープはアナナシ層の熱狂的なファンはいるもののこの位置でした。参考にしてみてください。一言待ったね。今季フルモデルチェンジし大幅進化。使い勝手や洗濯に魅力を感じた方は東芝、大容量かつコスパ重視ならアクア、安定の人気モデルをお探しであればパナソニック、同じく人気の洗濯機で低めの設計、総洗浄に惹かれた方は日立、黒カビのない世界で生きたい方はシャープが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。